I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. どうもゼログの東堀です。本日は関西初となる JRS 京都の当日です。本日は2日目なんですが、軽く会場の様子と、あとは主催の白尾さんにも少しお話を伺えることになったので、そこも楽しみにしていきたいと思います。今日はね2日目でちょっと1日目よりも少し落ち着いてるんですけど、1日目は結構ね人も来てくれて、結構うちの06のブースもサイドビームもね結構盛況だったんで、すごい嬉しかったです。っていうのとやっぱりもともとその京都、関西っていうのは、特に大阪とかもそうなんですけど、亀の地盤がすごい強くて、やっぱ歴史的にやっぱ亀がずっと強い地域だったんですよ。であとトカゲとかも強かったんですけど、どちらかというとヘビはやっぱ関東、東京が特に強かったんで、関西は亀先行みたいな感じだったんで、なかなかちょっとヘビの地盤が、できなかったんですけど、最近はまだこのボールバブルっていうかね、このボールブームとにも相まって結構ヘビもねなかなか強くなってきてて、結構ヘビのファンというかね、ボールファンも多かったんで、なんかちょっと関西も変わってきたなという印象を受けました。今回が初めての JRS の関西地区での開催ということと、初めてのその会場でっていうのもあるんですけど、でもやっぱり僕もやっぱり、そんな大きなイベントとか主催したことないんですけど、回を重ねるごとに来場者数っていうのは増えていくので、これから多分もっと盛り上がっていくんじゃないかなと思います。僕も白尾さん本当に中学生ぐらいの時から知ってて、何回か言ってるんですけど、中学の時一人で JRS 行った時も白尾さんとお話しさせてもらったりとかして、それぐらい昔から知ってる人なんでちょっと緊張するんですけど、僕らってやっぱりボールパイソンの専門店でブリーダーなんで、ボールパイソンをほとんど注視して見てるんですけど、やっぱ白尾さんって日本の爬虫類全体を見てるんで、そういう人から見たらボールパイソンの業界ってどう見えてるのかなとか、で今後の爬虫類業界どう変わっていった方がいいのかとか、そういう話とか伺えたらなと思ってます。はい、こんな感じで今回もいつもと同じくサイドビーと一緒の共同出店で島取って出店してるんですけど、初めての関西のイベントというか、河合さんも初めてでしたね、イベント。そうですね、はい、関西もなかなか、暑いですね、暑いですよね、楽しかったです。でもやっぱり最近結構関西もヘビ盛り上がってきてて、これからもっとね熱くなっていくんじゃないかなと思います。あと前も一回何度か SNS とか上げたことあるんですけど、ライギョ釣り僕してて、してるって言ってもそんなにねがっつりはできてないんですけど、で河合さんが結構長年ライギョ釣りをしてて、だから河合さんに結構教えてもらいながらとか僕やってるんですけど、ちょうどあさってから、香川にライギョ釣りに行こうかなと思ってて、で2泊3日で、もうがっつり2日間3日間そのライギョ釣りしようと思ってるんですけど、今香川暑いですか？暑いですね、やっぱり、四国は前からやっぱライギョには暑いんで、で時期的にも、やっぱ時期今がやっぱり今が一番暑いですね。今から6月ぐらいまで。そうですね、一番いい。四国ってなんでライギョがでかくなるんですかね？ヘラブナの養殖場とかがあって、もう餌が豊富なんですよ。なんでやっぱりライギョもでかくなる。なんですけどなかなか食いが悪いっていう。なるほど。やっぱり普段船を食べてるからフログ食いにくいって感じ。そうなんですね。なんですけど結構ねでかいねド級のライギョを狙って頑張りましょう。あさってから行ってくるんで、またいい感じに釣れたらまたねライギョ釣りとかもちょっと動画にしたいなと思ってて、そこもなんかまたご覧いただけたらなと思います。こんな感じで今オーナーズフィッシュさんのブースを見せてもらってるんですけど、オーナーズフィッシュさんは僕が小さい頃から結構行ってた爬虫類ショップというか、僕小学校ぐらいの時に今地元が住之江区なんですけど港区っていうところに住んでて、自転車で行ける距離だったんで、ちょっと小学校の時からねお店見せてもらったりもしてて、今はちょっとこうやって一緒にイベントに出店できてるってことがすごい嬉しく思ってますでちょっとそういうお話とかもなんかねオーナーズフィッシュさんのチャンネルの方でねお話しさせていただいたので、ちょっとなんか今日おすすめとかちょっと見ていただけたら。はい、どうぞ見てください。もう大したもん見てませんけど。結構ねモニターとかも好きなんで、今ちょっとイエローヘッドモニターなんですけれども、入荷がちょっと少ないのでイエローヘッドを紹介しようかなと思います。でイエローヘッド自体はわりかしね人懐っこいというか、あんまり凶暴な個体が少ないので大変慣れやすいモニターなんで、おすすめだと思います。大きくなるんですか？これでね1メーター20ぐらいですね、全長で、結構ねこの種類って結構
性格もおとなしくて慣れやすいですね。だからまあ僕は好きなモニターの一つです。めっちゃ可愛いですねモニターあんまり触ったことないんで。ああはいはいはい。まあねトカゲによったら、持つだけでこう噛んでくるやつもいてるんやけど、まあこの個体に関しては全然、おとなしい。そうですね。なんか結構ねモニターの方って持ちたいっていう人多いので、やっぱおとなしい方がおすすめですね。じゃあスペングラーヤマガメ。これも昔はね安いカメやってんけど、もう最近はちょっと入荷が少なくなって高価なカメになりました。まあこのカメはどちらかというと昆虫食とかコオロギとかをピンセットで持っていくとよく食べます。あとバナナなんかも好きで、まあ、人工飼料も食べることは食べます。ただどうしても虫が好きなので動いてるものに結構反応します。こんなちょっとギザギザっとした甲羅でちょっとガメラみたいな感じ。シガメとか好きな人たまんないですねそうですね。目もねキョロっと丸くてこんな感じで可愛いです。でも尻尾はこれはオスなんで、まあ、ちょっと太い感じでオスが少ないです。やっぱそうですか。はい、こんな感じです。オビタイガーサラマンダーと、まあ、それ系の、アルビノ個体ですね。ちょっと今濡れてるんで。アルビノのタイガーサラマンダー。そうです、アルビノタイガーサラマンダー、目が赤いです。それとまあこっちがノーマルのオビタイガーですね。こんな感じです。結構昔から取り扱いありますよね。そうですね、オビタイガーはわりかし、もうこういう両生類の中では高温にまあ一番強いと言われているので、どちらかというと飼いやすい。昔飼われはったんですか。僕小学校の時行った時にちょうどカウンターの下のところにあれがすごいあそうなんねはい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 そうですよね。まあこの辺は昔から結構入っててポピュラーな感じですよね、こっちの方は。これはちょっとアルビノなんで珍しいですけれども、こんな感じです。063とはまた違って、063はまあどっちかというとボールパイソン中心なんですけど、まあうちはもう一般的な感じで、まあそんな高価なものはないんですけれども、初心者の方からね、マニアの方までちょっと喜んでいただけるような品揃えでやってます。よろしくお願いします。なんかYouTube もされてるってことで、宣伝とかも。ありがとうございます。ベタナレチャンネルっていう YouTube もやってますので、またよろしければご視聴ください。よろしくお願いします。今日の朝も撮影していただいて、そうですよね。僕もちょっとね、今日ちょっとちらっと出させてもらったんで、はい、よかったら見てください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。こんな感じで今251Rさんご夫婦にお越しいただいてるんですけど、普段からいつもお世話になってるお客様で、今回京都初めてのイベントだったと思うんですけど、京都どうでしたか？自分的にはすごい楽しいですね。ゼロクさんとサイド B さんが来られるので、初だったんですけど、すごい楽しいです。生態もご覧いただいて、スコットのユーベリークラウン、ワインクラウンのメス結構重要ですよね。そうですね。なんかかける予定のオスとかいるんですか？サイド B さんでお迎えしたスーパーレッドスタイプブラックスクラウンをかけて、僕はポンって出せたらそうですね。いいかな。めっちゃいいの出そうですね。あとなんか靴がめっちゃ可愛いんですけど、どうされたんですか？でサイド B のシャクさんに頼んで書いてもらって、ボールパイソンと自分たちのロゴの E51R 書いてもらって、こっちはお花柄で、で後ろにも結構。でもシャクさんは結構あれなんですかね。こうオーダーしたらこういうの作ってくれるんですか？そうです。オーダーして靴こんな感じです。イメージ伝えてみたいな。でデッサンしてもらえて、自分たちはこんな感じでお願いしただけなんですけど、なんか予想以上な感じで。そう。なんか
こう靴がめっちゃ可愛かったんでちょっとなんかお話伺えたらなと。はいいやいやいや自慢の靴。なるほどなるほど。この始まりシャクさんもなんかねこういうペイントとかも注目つけてるみたいなんで、ご興味ある方いましたらよかったらお声掛けしていただけたらなと思います。お話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではこんな感じで JRS 主催のレップジャパン代表の白輪さんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回関西初の、JRS ということで京都この白輪さんから見た2日間でどうでしょうか。そうですね、今まではずっと東日本でやってきて、はい初めて西日本にやってきたはい JRS22 年目にしてねなるほどようやく来れたっていう感じでね、本当に京都という場所に来て初めて開催する意気込みでねやってるんですけどね、集客やっぱり大変だなっていう部分はありますよ正直。なるほどだけどその中でも出店者の皆さんね協力していただいて出ていただいてるっていう部分でね、またこう全国にね、幅広くファンが増えていけばいいなと思ってここを定着させるためにはい1回目はこのくらいで、はい2回3回とねそうですね行くうちにはい成長するかなと思ってなるほど。ます。じゃあ来年も基本的には同じ5月にじゃあ京都という感じで。はい、2025年も、は5月の10、11はいでもうこちらの会場をされてありますので、あなるほどはい、開催します。はい、また必ずお話しいただければと思います。ありがとうございます。でその先ほどおっしゃったその24年目になるんですけど、始まるきっかけというか最初のことどんな感じだったんですか。爬虫類屋さん同士の交流っていうのがその頃は SNS もなかったですからね、インターネットもなかったのでこの交流がなかったんですね、なるほどはいその中でやはり、いがみ合いがあったりねなるほど。狭い業界なのでライバル心がすごかったんですよ、それを一堂に会して、イベント会場で即売会をやるっていうのは周りから言われたのはね、絶対無理だというのもあったんだけれどもそれを乗り越えてもうやると、でそこでお互いが情報交換もし合いつつ切磋琢磨するっていうのが業界の健全な道かなと思ってねなるほど。それをやってみたんですよ、はいそしたらそれがずっと続いてきて今に定着したっていう。僕2003年かな第2回ぐらいの時に僕多分中学2年生ぐらいだったんですけど一人で行ってその時も白輪さんとお話しさせていただいたんですよ。あそうそうなんですよ。ありがとう今こうやって出店者側で出させてもらえることにすごい幸せを感じてます。いやいや本当にねだからその頃中学生だった子がね、はい今こんな大きくなってね出店者さんになってくれるっていうのは本当にありがたいしね、爬虫類本当にその頃から比べたら全然もう規模が違うじゃないですか。その頃って飼っているのも恥ずかしい時代もあったしね、今はもう皆さんにこんなの飼ってるんだって紹介できる場があるじゃないですか。そこはねやっぱりこの20数年大きいですよ。今そういうふうにイベントも客層というかねお客さんの幅も増えていきながら今の爬虫類業界っていうのはどういうふうに見られてますか。これね過渡期ではいもともと爬虫類って一般的には好かれる存在ではないんだけども、はいその中でも実際こういうふうに可愛いんだこういうふうに綺麗なんだこういう魅力があるんだって伝えてきたのが皆さん。その中で今までは野生のものを捕まえてきてただ売ってそれでおしまいだけど今はそれをね品種改良したり繁殖したりペット化してきてる部分もある、ね、だけど自然から新しい血統を入れなきゃいけない、そういうのもある。その過渡期であってまだ完全に犬とか猫みたいに家畜化はしてないんだけどもその爬虫類は1万種類を抱える大所帯だからその中で今ペット化しているちょうど過渡期、我々が、ね、エジプトのピラミッドの時代に犬を飼い始めた猫を飼い始めたと一緒のようなことを今爬虫類の業界ではやっているということですよ。なるほど。例えばうちのお店とかだったらボールパイソン専門店っていう感じでもボールパイソンだけをほとんど見てるっていう感じなんですけど白輪さんのように爬虫類全体を見てる中から見たボールパイソン業界っていうのはどういうふうに見えてますか。だからボールパイソンって西アフリカのねニシキヘビでそれの野生個体が毎年何万頭っていう数が輸入されて消費されてくるだけだったのがそこから本当に少ない個体から品種改良がされていってそれが今もうバラエティーがその専門店ができるぐらいに多様化したわけね。そこって一つのたった1種類の種類でそこまで大きくなってもう自然からの搾取がなくね類大交配ができて繁殖ができていっているってことはねすごくいいことだと思うしそれを一つの、ステップとして他の種類もできていくだろうし、ね、僕は今すごい本当に業界にとっても大きな転換期だなと思ってますよ。例えば今後の爬虫類業界の展望というか白輪さんの展望展開というかどう変わっていくというかどう変わっていってほしいとかっていうのはありますか。現実にはい日本で爬虫類の飼育頭数っていうのは、犬を超えてるんですよ。
犬の飼育頭数よりも多いんです。そうなると今後ね爬虫類の見たこともないのに嫌いだったっていう人たちが、見るのは平気だけどあんまり好きじゃない、普通だよっていう人も出てくるでしょ、その中で今まで知らなかったけどこんな魅力があるんだ大好きになったっていう人もいるでしょ。それがどんどんまだ増えていくと思うんですよ。だからまだ爬虫類の業界はこれから伸びると思ってます。当店の YouTube って、ほとんどの視聴者の方がボールパイソンが大好きでボールパイソンを見てるんですけど、そういうボールパイソンの好きな方たちに何かメッセージというかいただけたら嬉しいなと思うんですけど。はい、ボールパイソンって今もう本当に品種改良が進んでいっていて、そのまだまだこれから広がりが見せてるんですね、その中でただ飼って、しまうだけではなくってその後の繁殖も視野に入れながら飼う楽しみ、自分で新しい品種を改良していくっていう醍醐味ってあると思うんですね、そこを目指していってもらえれば、このボールパイソンの世界っていうのはまだまだ続くと思ってます。こんな感じで、今回レッドジャパン代表の白輪さんにお話を伺ってみました。貴重なお話いただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんな感じで JRS 京都の2日間が終わりました。今回いろんな人にお話伺えたことと、特にやっぱ白輪さんが YouTube に出てくれたことお話伺えたとかすごい嬉しかったです。やっぱり僕はもう中学生ぐらいの時から白輪さん知ってて、すごい尊敬してる人だったんで、そういう人がYouTube に出てお話をしてくれて、本当に YouTube やっててよかったなと思いました。というのとやっぱり白輪さんから見たそのボール業界というかね、ボールパイソンブリーダーというかボールパイソンシーンの見え方というかね、そういうのも伺えたことも自分はすごい光栄に思いました。やっぱり話伺いながら、本当に爬虫類業界のことを考えてくれてるんだなっていうことを思いながら、本当に聞きながら心を打たれるようなお話をいただけたなと思います。というのと次のイベントは、6月の頭に、ザ・ギャラリー札幌ということで、次はサイドビート合同の自社イベントを、札幌で、させていただきたいなと思っているので、もしちょっとねなかなかこの大阪とか東京からだと遠いんですけど、もし日程ご都合合う方いましたら札幌の方にもご来場いただけたら嬉しいです。こんな感じで本日は JRS 京都の2日間を送ってみました。それでは次の動画でお会いしましょう。良いボールライフを。